1452年、イタリアのトスカーナ地方に一人の子供が生まれた。父は交渉人、母は農民の娘。二人は結婚していなかった。その私生児は正規の大学教育をほぼ受けていない。ラテン語も長い間読めなかった。法律も医学も正式には学んでいない。それがレオナルド・ダ・ヴィンチだった。彼は生涯に絵画、彫刻、解剖学、建築、音楽、数学、流体力学、飛行機械の設計を残した。完成した絵画は15点に満たない。しかしノートは現存するだけで7000ページ以上。生涯で書いた総量は13000ページに達したと推定する研究者もいる。なぜ一人の人間がこれほどの広さを持てたのか。今日はその構造を解剖する。レオナルドが私生児であることは当時の中産階級においては深刻な意味を持っていた。父と同じ交渉人になることはできない。フィレンツェの交渉人ギルド、アルテデイ・ジュディチエノ隊は私生児の入会を規約で禁じていたからだ。しかしこの閉ざされた扉が別の扉を開いた。1466年、14歳のレオナルドはフィレンツェ随一の工房に入門する。師匠の名はアンドレア・デルベロッキオ。画家であり彫刻家であり金工師だった。この工房は異常な場所だった。ボッティチェリが出入りし、ペルジーノが学び、ギルランダイオが腕を磨いた。板絵、冶金、石膏鋳造、機械設計、舞台装置、すべてが同じテーブルの上に並んでいた。レオナルドはここで7年間手を動かし続けた。描く、壊す、観察する、また描く。フィレンツェの祭典のために人が空から降りてくる舞台仕掛けを作った。ドゥオーモの巨大なトキンブロンズ級の鋳造に関わった。芸術と工学が分離していない世界にいきなり放り込まれたのだ。レオナルドは後にこう書き残している。私の研究は他人の言葉ではなく経験を基礎にしている。大学に行けなかった青年は世界そのものを教室にした。歴史家ヤーコプ・ブルクハルトはこの時代のフィレンツェを万能人が生まれる土壌だったと評している。ただしレオナルドの場合、その土壌は正規のルートからの排除だった。レオナルドのノートにはこんなメモがある。キツツキの舌を記述せよ。誰も頼んでいない。報酬も発生しない。それでも彼はこれをタスクとして自分に課した。現存するだけで7000ページ以上のノート。そこには幾何学の図、機械の設計図、解剖図。明日病院で老人の遺体を解剖するというトゥードゥーリスト。そして木の葉はなぜこの角度で生えるのかという問いが乱雑にしかし密度高く並んでいる。彼の思考には一つのパターンがあった。鳥を観察する。羽ばたきの角度、尾羽の動き、風の乱流を数百枚のスケッチに残す。そこから翼面積と揚力の関係を計算し、グライダー型の飛行、機械の設計図を描く。1505年頃にまとめられた鳥の飛翔に関する思考は37ページ。スミソニアン航空宇宙博物館はここに記された分析を近代航空力学の先駆と評価している。しかし最も驚くべき思考の連鎖は水と血の間に起きた。レオナルドはデスター思考の中で水を自然の車夫と呼んだ。河川が大地を巡るように血は人体を巡る。同じ法則が異なるスケールで働いている。彼はこの直感を実験で確かめた。牛の心臓を持ち帰り、溶けたろうを大動脈弁に流し込み、石膏で型を取り、さらにガラスの模型を作った。水に草の種を混ぜてポンプで流し、弁の周囲に生まれる渦を観察した。その渦が弁の閉鎖を助けていた。現代の循環器研究者たちはこの実験を流体力学と解剖学を統合した先駆的なヘモダイナミクス研究と評価している。彼は未完の作品を多く残した。
完成した絵画は15点に満たない。しかし未完は怠慢ではなかった。東方三博士の礼拝は下絵まで完成した段階でミラノへ旅立った。スポルツァ騎馬像は10年以上の研究の末、戦争でブロンズが大砲に転用され、粘土の原型はフランス軍侵攻の混乱の中で破壊された。次の問いが前の問いより強かっただけだ。物理学者でシステム理論家のフリチョフ・カプラは、著書レオナルド・ダ・ヴィンチの科学でこう述べている。彼は最初のシステム思考家だった。カプラによれば、レオナルドの得意性は、異なる現象の中に同じパターンを見る能力にある。鳥の翼と魚のヒレ、川の渦と心臓の弁、ビトルウィウスの建築、比例論と人体の解剖学的寸法。これらは別々の知識ではなかった。彼の頭の中では同じ方程式の異なる現れだった。1487年頃に描かれたビトルウィウス的人体図を見てほしい。古代ローマの建築書の比例論に当時最先端の解剖学を重ね合わせ、円と正方形の幾何学で人体を再構成した一枚だ。建築家と数学者と解剖学者と画家が一人の中で同時に仕事をした結果だった。電気作家のウォルター・アイザックソンはこう指摘している。レオナルドは10歳を過ぎると誰もが忘れてしまう問いを一生手放さなかった。なぜ空は青いのか、木の葉はなぜこの角度で生えるのか。ルネサンスにはウオモ・ウニベルサーレという言葉があった。普遍的人間、あらゆる分野で自己を開花させたものという理想像だ。人文学者ピコ・デラ・ミランドラは1486年に書いた。人間には自らの姿を選び取る自由が与えられていると。しかしレオナルドの万能性は才能の広さではなかった。環境に閉ざされた青年が世界を教室にした。鳥を見て機械を設計し、川を見て心臓を理解し、建築の比例から人体の法則を導いた。万能人とは何でもできる人ではない。問いを止めない人のことだ。ダ・ヴィンチの万能性は天才の偶然ではなかった。観察し、記録し、異なるものをつなぐ。その習慣を生涯続けた構造の産物だった。インテリジェンスキュレーターは膨大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。